宇宙世紀最強と呼ばれるアムロレイとも互角に渡り合い、唯一彼のライバルを辞任できたパイロットであるシャア・アズナブル。作中では登場時から並外れたモビルスーツの操縦技術から赤い彗星の異名で呼ばれ、敵味方ともに畏怖の念を抱かれていました。今回はそんなシャアの戦闘力の歴史を印象的な戦闘シーンを抜粋しながら見ていきたいと思います。機動戦士ガンダム初の対ガンダム戦。まず第2話におけるサイドセブン外での対ガンダム戦です。この戦闘でシャアはサイドセブンから脱出した直後に宇宙空間でザクを受け取り、通常のザクの3倍のスピードでホワイトベースに接近。そのままガンダムと交戦します。シャアはガンダムを実際に見るのは初めてでしたが、アムロがロックオンした次の瞬間には回避して背後からザクマシンガンを直撃させるなど高い操縦技術と反応速度を見せていました。ザクマシンガンをものともしない装甲と戦艦並みの火力を有したガンダムの性能の高さに撤退を余儀なくされているものの、初のモビルスーツ戦でありながら敵を翻弄する高い技術が伝わってくるのではないでしょうか。ガンダムとの空中戦。続いては第7話におけるガンダムとの空中戦です。ザクやガンダムは陸戦兵器であるため地上における空中戦は想定していません。アムロですらセイラから提案されたガンダムでの空中戦に最初は否定的でしたが、シャアは当たり前のように空中でコムサイからザクを離脱させ空中戦に移行します。口では自由落下は言葉で言うほど自由ではないと語りながらガンダムを蹴りつけ、ガンダムのバルカンやビームを華麗にかわすなどザクを自在に操りました。しかもガンダムの攻撃は一切ザクに当たらないのに、シャアは一方的にガンダムへ攻撃を直撃させています。不慣れな空中戦ということもあってアムロはシャアに手も足も出ず、ホワイトベースからの援護を受けながらの撤退を余儀なくされましたが、そもそもシャアも空中戦は愚か対モビルスーツ戦に慣れていないはずなのに凄まじい動きを繰り出しています。実質的にアムロがシャアに敗北を喫したとも言える数少ないシーンではないでしょうか。ガルマキル。続いて第10話におけるガンダムとの戦闘シーンです。暗闇の中、廃墟と化したビル群での戦闘となったため非常に視界が悪く、両者探り合いながら接敵します。そんな中、ガンダムがハイパーバズーカを構えた瞬間に発生したノズルの光を見逃さず位置を特定し先制攻撃を仕掛けました。こうした戦場での観察眼の高さから経験豊富なベテランパイロットの風格を感じられます。また背中を見せて撤退するガンダムに味方のザクが釣られる中、すぐに陽動だと気づき自身の敵討ちのために利用するという高度な策略も見せました。自分の復讐を優先したためガンダムの撃墜には至りませんでしたが、ホワイトベースの戦略を看破しここまで追い込んだのはシャアだけなのではないでしょうか。ジャブロー降下作戦。続いては第29話におけるジャブロー降下シーンです。ジオンによるジャブロー進行作戦においてシャアはガウからズゴックで降下を行います。多くのモビルスーツが苛烈な対空砲火の餌食になりましたが、シャアのズゴックは宇宙にいるかのような高い機動力でビームを難なくかわしジャブローへの潜入に成功しました。この時シャアは何機のモビルスーツが降りられるんだと自分の降下ではなく自分以外の味方機が降下できるかを危惧していることからも自分は落ちないという絶対の自信が見て取れます。しかし生地シャアのモビルスーツが目立つ上に回避能力が高いためか、後ろにいた味方機が巻き込まれる形で撃墜される場面がありました。シャアと共に行動する友軍は目立って狙われやすいので敵の攻撃をきっちり回避できるエース級の技量が求められるようです。ジャブロー攻防戦。続けて同29話におけるガンダムとの戦闘です。ジャブロー内に潜入したシャアは連邦のホバークラフトやジムを持ち前の3倍以上のスピードで撃破しながら基地の奥へと進行してきます。高速のカサカサ移動で敵の弾幕を鮮やかに回避。そして性能ではズゴックに劣っていないはずのジムの懐へ難なく飛び込み鮮やかに胸部を貫く様からアムロに赤い彗星の機関を意識させました。ジャブローの坑道内はかなり狭く大きな回避行動を行えるほどのスペースがないように見えますが、シャアはズゴックの性能と地形を生かし回避と接近を兼ねた怒涛の攻撃でガンダムへと迫ります。
ガンダムの盾を目くらましに利用した攻撃も難なくかわすなど、黒い3連星やランバラルでもかなわなかったアムロと、互角以上の戦いを繰り広げました。ウッディ隊員のホバークラフトの猛攻でメインカメラを破損したため撤退を余儀なくされましたが、連邦側にも大きな損害を与えています。テキサスコロニー戦。続いて第38話におけるテキサスコロニーでのガンダムとの戦いです。砂嵐が吹き荒れ、視界での索敵が困難を極める中、シャアは的確にガンダムを捉えビームを放ちます。他にも着地の寸前を狙い、回避不能なタイミングを狙い撃つなど、シャアの高い射撃技術と戦術が惜しみなく発揮されていました。しかし完全にニュータイプとして覚醒しつつあったアムロには通じず、後ろからの不意をついた射撃も直感で回避。さらにはビームをサーベルで叩き落とすという信じられないゲートまで披露されてしまいます。最終的にはガンダムの高い跳躍力を生かした攻撃で間合いを詰められ、サーベルで機体側面にダメージを負ったことで撤退しました。結果的にはガンダムに敗北したとはいえ、視界が悪い中でも的確に射撃を行う様子から、シャアもこの時すでにニュータイプへの覚醒が始まっているような感じもします。アバオア空戦。次は第42話におけるアバオア空戦です。ゲルググも失ったシャアはキシリアから託されたジオングにぶっつけ本番で登場。さらに使い方を説明されたばかりのサイコミュ兵器を初見で稼働させ、連邦軍のサラミス級、ジム、ボールを次々に破壊しました。ただシャアもジオングの性能を十二分に引き出せたとは言えず、アムロとの戦いの中で焦りを感じています。それでもシャアはサイコミュの強みであるオールレンジ攻撃とジオングの大火力を駆使し、ニュータイプとして完全に覚醒したアムロと互角の戦いを繰り広げました。冷静に考えれば使えるかもわからない 80% の完成度と言われる兵器に乗り込み、一年戦争でトップレベルに苛烈な戦場へ出撃するなど、ほぼ自殺行為です。まして相手はマグネットコーティングを経て覚醒したアムロの反応速度に追従できるようになったガンダム。しかしシャアは鳴らし操作すらしていないサイコミュ兵器を自在に操り、本体へ視線を誘導しながら本命のサイコミュ兵器による攻撃を行うなど、今まで見てきたニュータイプの戦い方を模倣しながらなんとか食らいついて行きました。また最終的には胴体にビームライフルの直撃を受けるも頭部ユニットをパージして脱出。同時にガンダムのメインカメラの破壊に成功しました。そしてジオングヘッドでアバオア空内に逃げ込みガンダムを待ち構えた際には、シャアの思考が読み取られていたのか、アムロはガンダムを自動操縦機能に委ねラストシューティングで破壊されました。とはいえ待ち伏せても居場所を察知できるほどの化け物であるアムロが敵にもかかわらず相打ちに持ち込めたのは、シャアのガンダムを倒そうとする執念のようなものを感じさせるのではないでしょうか。そしてシャアもジオングが爆発する直前で脱出したため生存。そのまま要塞内でのアムロとの肉弾戦へ持ち込みました。アバンタイトル。こちらは PS3 版ガンダム戦記のムービーシーンにおけるジオングの活躍です。ここでは出撃直後のジオングの活躍が描かれています。シャアは初乗りにもかかわらず敵の弾幕を全て回避。さらにサイコミを使用してサラミスを落とし、一撃で6機のジムやボールを落としています。漫画機動戦士ゼータガンダムディファインでアムロは一年戦争時の自分なら新米パイロット6機を1分かからず落とせていたと話をしていますが、このシーンのシャアは一瞬で6機落としていることになるので、シャアも一年戦争時は新米6機を1分かからず落とせる人物と言えるのではないでしょうか。オリジン版ルーム戦役。次にジオリジン5ルーム開戦における戦闘シーンです。シャアはドズル艦隊に集中している連邦軍の艦隊へ3時方向から奇襲を仕掛け、一気に2隻の敵艦を撃破。さらに味方機を動きやすくするため、自身をおとりとするように艦隊の隙間を縦横無尽に飛び回りながら敵艦を破壊していきます。携帯していたバズーカの弾数は少なかったものの、動力部や火薬庫を的確に撃ち抜き、最小限の弾数で連邦軍の艦艇を次々に撃破。最終的にたった一人で5隻の戦艦を沈めました。黒い3連星の撃墜数が14隻なので、1人当たりのスコアが 4.6 隻。ほぼ5隻なので、スコア的には
シャアとあまり変わらないようにも感じますが、シャアの場合は味方とほぼ連携を行わず、自身をおとりとするように艦隊の隙間を飛び交っていたため、単純な戦果だけでは自軍への貢献度は比較できません。そしてこの戦いの功績を認められ、シャアは赤い彗星の異名で敵味方から恐れられるようになりました。シャアズ・リレイティッド・アフェア、若き彗星の肖像。ゼロジアール戦。本作1巻では秘密裏に開発されていたシャア専用モビルアーマーであるゼロジアールを用いた模擬戦で7機のモビルスーツを一度に撃破する活躍を見せます。実はゼロジアールはもともと本体の操縦をプログラムに委ね、パイロットは火器管制に集中するよう設計されていました。しかしシャアは火器管制と機体の操縦を同時にこなし、模擬戦で対戦した7機のモビルスーツ全てを撃破したのです。シャアはモビルアーマーの操縦は不慣れな上に3回の飛行テストしかこなしていない機体に登場しているはずですが、さすがの対応力で大きな戦果を上げてみせました。ジオングといい、エースパイロットは機体を選ばないということなのかもしれません。ただシャア自身は機動性に欠けるゼロジアールのコンセプトが気に入らず、本機の開発には乗り気ではなかったようです。なお本作14巻では地球圏に帰還した際、連邦軍の情報を入手するためにルナ2に潜入。そして脱出する際に初めて乗ったジムでサラミスを一兵撃沈しています。ジムで戦艦を撃沈したパイロットはそうそういないのではないでしょうか。機動戦士ゼータガンダム。続けてゼータガンダムにおけるクワトロ時代の活躍からシャアの戦闘力を見ていきます。クワトロ時代のシャアは高性能なモビルスーツやシロッコやハマーンなど優れたニュータイプと戦う機会が多かったためか、どうしても一番弱い時代と思われる機会が多いようです。しかし豊富な戦闘経験と高い反応速度を生かして強力な相手にもなんとか食らいついていく活躍を見せてくれます。アッシマー戦。まず第13話におけるアッシマーとの戦いです。宇宙へと帰還するエウーゴのパイロットを守り抜くため、ブランブルターク率いる部隊と交戦します。注目したいのは空中へジャンプした100式の真正面へ接近してきたアッシマーが変形と同時に放ったライフルをかわしたシーンです。映像を見ている私たちからすると一見なんてことのないシーンに見えそうですが、実は設定上アッシマーの変形速度は 0.5 秒、さらに変形してからビームを撃つまでには1秒もかからないと考えれば、シャアの人並み外れた反応速度がわかるはずです。ましてアッシマーは初めて接敵する機体のためモビルスーツへの変形能力を持っているなどシャアが知る由もありません。にもかかわらずシャアは初見で変形したアッシマーの攻撃に反応し、瞬時に回避行動をとっているのです。たった 1.5 秒の間に初見のモビルスーツの意識外の攻撃に対応してみせる様は衰えない赤い彗星の戦闘力が垣間見えます。ただ直後にアッシマーに足蹴にされ100式が尻餅をついたところをブランから醜いとからかわれたこと、そして戦闘前にカミーユに殴られ泣いてしまっていることから、どうしても視聴者的にはシャアが情けないかいという印象がついてしまっているかもしれません。しかしモビルスーツの設定を踏まえると、シャアはアッシマーの初見殺しともいえる攻撃を見事に回避していたのです。グリプス2戦。続いては第50話におけるシロッコ・ハマーンとの戦闘シーンです。グリプス2の発射を阻止しようとするシロッコとシャアを追いかけてくるハマーンと熾烈な戦闘を繰り広げました。性能面では100式を圧倒する2機とニュータイプ能力に関してもシャアと同等クラスの2人を相手にしたため、さすがのシャアも一方的な展開となっています。しかしシロッコに気を取られた隙にキューベレイの接近を許し、サーベルによる攻撃を受けたシーンでは間一髪でキューベレイの攻撃に対応して直撃を避け、右腕を失うだけで済みました。シャアは致命傷を避けながらレーザー発射までの時間を稼ぐ負けない戦いを徹底しています。その後レーザー発信機に突っ込んでしまい、2人に囲まれた際にも垂直上昇で包囲を突破するなど絶体絶命のピンチを何度も技術と対応力で切り抜けていました。ハマーンとの最後の一戦。次にグリプス2を脱出した後のキューベレイとの戦いです。シャアは満身創痍の100式でアクシズの撤退を援護するハマーンの前に立ちはだかりました。シャアは
キューベレイのファンネルに対抗するため、一旦撃沈した戦艦の残骸に飛び込むふりをし、キューベレイを誘い込んだ上で後ろへ回り込み背後を取ります。そしてキューベレイの懐へ飛び込み、ファンネルの使用を封じようとしました。しかしハマーンが戦艦に飛び込む前に、事前に射出していたファンネルによって組み付いていた百式はあっさりと中破させられてしまいます。完全に罪と思われましたが、シャアはとっさにバルカンで戦艦を誘爆させ、爆発に巻き込まれる形でハマーンから逃げおおせました。このように一年戦争時のような圧倒的な戦闘はありませんが、格上の機体相手でも持ち前のテクニックを生かして食らいつく泥臭い戦いぶりが目立っていたように感じます。ジョニー・ライデンの旗艦。続いて紹介するのはジョニー・ライデンの旗艦におけるジョニー、ヤザン、イングリッドゼロとの一戦です。サイコフレーム試験用のディゼに乗り、装備のテストを行っていたところを、コンペイト空域でのサングレアスル争奪戦の戦果を目撃し、独断で戦闘へ介入してきました。イングリッド、ヤザン、ジョニーとエースパイロットを複数人相手にしながらも、冷静な顔で彼らを翻弄します。そのあまりの戦闘力に、グリプス戦役で戦った経験があるヤザンは、本当にあの金ピカを操っていた男なのかと、その変わりように驚愕していました。しかもエースパイロットを相手にしながらも機体の性能を出し切っていなかったようで、撤退直前になってサイコフレームを起動させリミッターを解除すると、一瞬にしてジョニーのゲルググの右腕と左足を破壊、そしてヤザンのナイトシーカーを大破させ、そのまま離脱しました。性能を限界まで引き出したことで機体が半壊してしまい、あわや離脱できなくなるところでしたが、シャアは涼しい顔をして帰還しています。このようにジョニー・ライデンの旗艦におけるシャアは敵なしとしか言えない凄まじい強さを見せており、歴代最強と言われることが多くなっています。機動戦士ムーンガンダム。本作のシャアは南極基地に潜伏しており、サザビー初期試験型に登場しています。こちらではルオ商会の2機の102匹と交戦した際、メガライダーを破壊し、爆風に紛れてファンネルでコックピットだけを破壊。さらにもう1機もコックピットをサーベルで焼き払って無力化するという、潜伏場所がバレないように配慮した鮮やかな戦いぶりが見られます。逆襲のシャア。そしてシャアの集大成となる逆襲のシャアにおける戦闘シーンについてです。アムロ同様、第2次ネオジオン構想におけるシャアは歴代でも屈指の戦闘力を誇っており、アムロでしか対抗できない化け物となっています。フィフスルナ戦。まず劇中序盤におけるフィフスルナでのリガズイとの戦闘です。フィフスルナの核ノズルに迫るアムロのリガズイと、それを阻止しようとするギュネイのヤクト動画。熾烈な射撃戦の末、リガズイの放ったビームがヤクト動画に直撃する寸前に、サザビーが放ったビームがリガズイのビームを叩き落としました。当然ですが、亜高速で向かうビームをビームで打ち消すのは、ミサイルをビームで撃ち落とすよりもはるかに難しいです。また真正面からビームをぶつけ合うシーンは他シリーズでも見られますが、すでに発射されたビームに合わせてビームを叩き落とすのは類を見ません。一年戦争時からシャアの射撃精度は目を見張るものがありましたが、逆襲のシャアではサイコフレームの恩恵もあってか、その技術は完全に人間を超えているように感じられます。アクシズ防衛戦。物語終盤ではラーカイラムから発射された核ミサイルを撃墜します。序盤のビーム叩き落とし同様、正確無比な射撃能力で瞬時に核ミサイルを撃ち落としていました。このシーンはギュネイの核ミサイル迎撃シーンと見比べると、シャアの腕前の高さがより一層わかります。まずギュネイが熱量から核ミサイルを判別し迎撃する際には機体を静止させ、かなり集中する必要がありましたが、シャアは一瞬で核ミサイルを探知し迎撃を行っていました。またこのシーンでシャアは6機あるファンネルのうち5機を使用して核ミサイルの迎撃を行っています。つまりシャアはこの後のアムロとの戦いに備えファンネルを1機残しているのです。一方ギュネイは核ミサイルの迎撃に集中しすぎたためファンネルを全て射出してしまっています。このようにギュネイの迎撃シーンと見比べると、シャアのニュータイプ能力の高さや後の戦闘のことも考えて武装を温存できる冷静さが伺えるのではないでしょうか。置きバズーカの防御。
続けてアクシズに接近したニューガンダムとの戦闘シーンです。ニューガンダムを追撃する途中、シャアは隕石の影に無造作に置き捨てられたバズーカを発見。次の瞬間、突如発射されたバズーカにシャアは機敏に反応し、シールドでしっかり防御しました。中域戦ではモビルスーツの残骸やデブリなどが存在し、置き捨てられた武器が転がっていても不思議ではありません。そのため、無造作に置き捨てられたバズーカから遠隔操作によって弾頭が発射されるとは考えないでしょう。しかし、シャアは置きバズーカによる予想だにしない攻撃に瞬時に反応し、見事防ぎ切っただけではなく、それでこそ私のライバルと、むしろアムロの技量の高さに高揚する様子まで見せていました。アムロはギュネイと戦った際にはバズーカを置いておくことで気を引いて撃墜しましたが、シャアはバズーカがおっとりではないことを見抜き、きっちり防いでいるので、シャアとギュネイの警戒意識の違いを感じられるようになっています。対ニューガンダム戦。次にアクシズの核ノズル付近での戦闘シーンです。ファンネルも使い切ったことで純粋なモビルスーツ同士の白兵戦にもつれ込みます。シャアはまず腹部メガ粒子砲をニューガンダムに放ち、続けざまに投擲したビームトマホークでライフルを破壊するというゲートをやってのけました。このシーンで注目したいのはシャアの戦術と巧みな武装の使い方にあります。ニューガンダムは内蔵火器がない分、ライフルを破壊されると遠距離攻撃の手段がなくなってしまいます。そこでシャアはメインウェポンから潰し、周到にアムロの手数を削りに行ったのでしょう。また腹部メガ粒子砲は非常に強力な武装のため、相手に回避運動を強制することができます。そしてシャアはメガ粒子砲を放つとともに回避先を先読みし、ビームトマホークを投擲。見事アムロの不意をついてライフルを破壊することに成功しました。武装を削ってから白兵戦に持ち込む周到さや、武装の性質を理解し敵を動かす戦術など、シャアの戦闘力の高さが詰め込まれている名シーンになっているのではないでしょうか。対ジェガン戦。続けて腹部メガ粒子砲でロンドベルのジェガンを一網打尽にするシーンです。アクシズの核ノズルを破壊するニューガンダムを食い止めるため、立ちはだかるラーカイラムのジェガン部隊をサーベルで切り捨てながら腹部メガ粒子砲で一気に3機を撃破しています。この際、シャアは横並びに展開しているジェガンを一網打尽にできるよう腹部メガ粒子砲をなぎ払うように発射していました。メガ粒子砲は機体に内蔵されている装備のため、照射方向を変えるには機体ごと動かしてデッキへ向けるしかありません。それをシャアはあの混戦の中で難なくやってのけたというわけです。ロンドベルのパイロットたちが連邦の中でも実力者揃いのため決して弱くはないはずですが、アムロを追う片手間に一撃で撃破していました。UC エンゲージ版。次にゲーム機動戦士ガンダム UC エンゲージアムロシャーモードにおける帯同する宇宙での戦闘シーンです。こちらではロンドベルを編成し行方不明となっていたシャアの捜索を行っていたアムロと交戦。アムロでも捉えきれない凄まじいスピードで翻弄しました。アムロもシールドミサイルをビームナギナタを回転させて防いだ後、ミサイルの爆風を利用して目くらましを行い、サザビーの上を取るなど卓越した戦術を披露。しかしシャアも意識外からの攻撃にしっかり対処した後、ダミーバルーンを発射してリカバリーを行うなど超ハイレベルな読み合いと盾が繰り広げられました。性能面でアムロのカルリック・ディゼを圧倒しているからか、シャアはここではまだ全力を出していないのかもしれません。また UC エンゲージ版逆襲のシャアでは劇場版ではなかった新たな戦闘シーンが多く描かれており、置きバズーカのシーンはシャアの高い反応速度を象徴するシーンとして新規作画で現代に蘇っています。以上のように一年戦争時のシャアは序盤こそアムロを何度も追い詰めますが、後半はむしろニュータイプとして覚醒したアムロに食らいつくことに精一杯で、ついぞアムロに勝利することはできませんでした。またゼータガンダム時代は意外と幽閉されていたはずのアムロより活躍シーンが少ないかもしれません。しかしエウーゴを離れネオジオンの総帥となってからは迷いが消えたのか、ジョニーやヤザンを圧倒する力を見せました。そして逆襲のシャアでは宇宙世紀最強クラスのパイロットとなったアムロと対等以上に戦っています。このようにグリプス戦役ではやや足踏みしたものの、迷いさえなければ宇宙世紀の中でも
屈指の強さを誇る人物なのではないでしょうか。皆様の好きなシャアの活躍シーンもぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。